皆さんこんにちは。週刊風タイムズです。2026年も半月を過ぎ、新年の勢いが本格化してきましたね。今週は世界的なアーティスト藤井風が新作映像の公開から作品の再リリース、そしてアジア最大級のフェス出演、さらにはドームツアーのチケット応募時の実務知識までと、まさに多面的な広がりを見せています。派手な新曲発表とは異なりますが、むしろすでに確立された作品が時間をかけて世界に浸透し、ライブ体験への期待感が急速に高まっている、そんな4つのトピックを見ていきましょう。パート1、It Ain't Overミュージックビデオ公開、アルバムが時間をかけて世界とつながる。今週の第一報は、藤井風のミュージックビデオ、It Ain't Overが公開されたというニュースです。2025年9月にリリースされたサードアルバム、プレマに収録されたこの楽曲は、全編英語詞で書かれたスローなソウルバラードです。テーマは人との別れですが、決して悲観的ではなく、終わりではないというメッセージを穏やかに伝える作品として構成されています。歌詞に歌われるのは、僕らはみんな同じ場所に帰るんだという普遍的な人生観で、世界のリスナーから深い共感を呼び起こしています。1月16日に公式 YouTube チャンネルで公開されたこの MV は公開24時間で数十万回の再生数を記録しました。YouTube のコメント欄には英語圏のユーザーからこの歌詞には救われた、終わりではなく始まりのように感じるといった声が相次ぎ寄せられています。ここで重要なのはアルバムのリリースから数ヶ月が経過した段階での映像作品公開という点です。多くの楽曲はリリース直後に MV が公開されるのが一般的ですが、このタイミングでの公開は楽曲が時間をかけて世界のファンと感情的につながっている証でもあります。複数のメディア記事でもアルバムの世界観と精神性を映像で表現した重要な作品として取り上げられており、これによりプレマ全体に新たな注目が集まっています。さらに注目すべき動きは、この MV 公開を機に過去の収録曲やライブ映像が再び SNS 上で取り上げられ、アルバム全体のストリーミング再生が増加するという好循環が生まれていることです。これは単なるプロモーション以上に作品の持つ普遍性がファンによって再評価されていることを示しています。パート2、紙ジャケット再リリース、デジタル時代における物理作品への向き合い直し。続いての話題は、藤井風の主要アルバムが紙ジャケット仕様で再リリースされることが決定したというニュースです。2026年2月25日にセカンドアルバム Love All Serve All の初回版特典だったピアノアレンジのカバー集 Love All Cover All が新たに紙ジャケット仕様での単品リリースが決定しました。同時に以下の3作品についても紙ジャケット仕様に変更し、再販がスタートします。ファーストアルバム Help Ever Hard Never、セカンドアルバム Love All Serve All、ファーストアルバム初回版特典 Help Ever Hard Cover。なお、これら全4作品とも収録内容には一切の変更がないとのことで、ジャケット仕様のみが紙ジャケットに統一される形となっています。この決定の背景には、セカンドアルバム Love All Serve All 初回版 CD のプレス出荷が終了したことがあります。しかし音楽業界全体で見ると、これはストリーミング中心の現在において、形のある作品を丁寧に楽しむ文化が再び支持されているという大きなトレンドを反映しています。業界誌でも、アナログ回帰、物理版の魅力再評価というキーワードが品質するようになっており、このリリースはその象徴的な事例となっています。ファンコミュニティからの反応も非常に好意的です。SNS 上には、紙ジャケで全部揃えたい、初回版世代としては、本当に嬉しい、手元に残したい作品だからこそ、ジャケットの質感も大切といった投稿が相次いでいます。アナログコレクターやパッケージ作品を大切にするファン層にとって、これは作品との新たな接触機会を得る、非常に喜ばしい機会として受け止められています。
2月25日のリリースを控えて SNS 上でも予告的な投稿が日増しに増えており、この時期は紙ジャケット全部購入計画がコミュニティ内での話題の中心になっていることが見て取れます。パートさんロラパルザインディア出演、アジアの音楽フェスシーンでの確実な存在感。さて、ここからは国際的なステージでの活動へと舞台が移ります。2026年1月24日、25日にインド・ムンバイのマハラクシュミ競馬場で開催される世界的な音楽フェス、ロラパルーザインディア2026に藤井風の出演が確定しています。ロラパルザは1991年にアメリカのシカゴで初開催され、現在ではドイツ、フランス、ブラジルなど世界各地で実施されている世界規模の音楽フェスティバルです。このようなグローバルなプラットフォームに日本のアーティストが名前を連ねることは、国際的な音楽シーンにおける評価の指標となります。言い換えれば、藤井風が世界的に認知される日本の代表的アーティストとして位置づけられている証拠でもあるのです。最新の情報では、藤井風は1月24日の H&M ステージでの出演が決定しており、日本時間では21時頃の出演となります。タイムテーブル発表は1月11日に行われたばかりで、カンカンでは現地時間の確認や日本からのライブストリーミング視聴方法についての情報共有が活発に行われています。ラインナップを見ると、リンキンパーク、プレイボーイカーティ、ケラーニ、サミー・ビルジをはじめ、30組以上の国際的なアーティストが名を連ねているという豪華な布陣です。このような大型フェスでの出演機会は、藤井風の作品がアジア圏を含めた世界のリスナーに届いている証であり、同時に新規ファン層の獲得に向けた重要なステップとなります。さらに興味深い動きとして、インド側のファンツーリズム企業がロラパルーザインディア出演に合わせたファン向けツアーパッケージを販売開始しています。このツアーではライブ参加に加えて、藤井風の楽曲グレースの MV ロケ地を巡る予定が組まれており、音楽ファンと旅を組み合わせた新しい体験形式が広がっていることがわかります。このような動きは、藤井風が単なる音楽アーティストを超えて世界的な観光文化体験の対象として認識されるようになったことを示しています。パート4、登録前の引き落とし通知 E プラス仮決済システムをファン経験から学ぶ。藤井風のツアーチケットは E プラスで販売抽選されます。多くのファンが経験するのが、登録発表前にカードからチケット代が引き落とされたという通知が届く現象です。Yahoo! 知恵袋では、このことで不安になったファン同士のやり取りが見られます。ファン同士のリアルなやり取り。質問者、登録前に引き落とし通知が来たのに、E プラスマイページは抽選結果待ちのままです。これって当たったんですか？経験者からの回答。これはよくある仮決済大処理です。登録発表前の通知は当選確定ではありません。マイページのステータスが当選入金組に変わるまで待ちましょう。落選しても後で帰ってきます。別のファンからは、登録前に引き落とし通知機で焦ったけどちゃんと落選で帰ってきた。仮決済だったみたい。E プラスでよくある現象らしい。通知が来ても当選確定じゃないから気をつけて。といった声も上がっています。このように登録前の引き落とし通知は人気アーティストのチケット応募では一般的な現象として、ファンコミュニティで互いに情報を共有し不安を解いていく様子が見て取れます。心配しなくて大丈夫。 E プラスでよくあるパターン。焦る気持ちはよくわかりますが、カードの通知で一喜一憂するより公式の登録結果を待つのが一番です。米津玄師やキングヌーの公演でも同じことが起きますし、藤井風さんみたいな人気アーティストならアクセス集中で処理が前倒しになるのはよくありますといった優しい回答が寄せられています。どうしても不安な場合は E プラスの公式サポート窓口またはカード会社に確認すれば即座に教えてもらえます。このシステムの仕組みを知っておくことで、次のチケット応募時にはファンコミュニティのサポートを受けながら落ち着いて臨むことができるでしょう。以上、2026年1月第2週における
藤井風の最新トピックをお届けしました。It Ain't Over の MV 公開が感情的な共感を生み出し、過去作の紙ジャケット再リリースがコレクターの心をつかみ、ロラパルザインディアでのアジア圏での存在感を確実にし、そしてファンコミュニティが一体となってサポートする温かなチケット応募の環境が本格化する。派手な新アルバム発表や大型プロモーション施策とは異なりますが、むしろすでに確立された作品の価値が時間をかけて進化し、世界のステージでの活動が矢継ぎ早に現実化しているという状況がこの週の大きな特徴です。ストリーミング全盛の時代にあっても、物理作品を大切にするファンの動きと、世界の音楽フェスシーンでの認知拡大、そして記念すべき国内ドームツアーへの期待感、これら全てが並行して進行しているという事実は、藤井風というアーティストが日本を代表する国際的アーティストへと確実に進化していることを示しています。2026年は藤井風にとって世界規模での活動と日本での凱旋が同時に実現する記念的な1年になるでしょう。世界中で日本初の音楽が評価され続ける今、来週以降も引き続き藤井風と日本エンタメの動きを丁寧に追いかけていきます。チャンネル登録をいただけると次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップでの応援もいただけるととても嬉しいです。それでは次回の風タイムズでお会いしましょう。